も皆さん、今回紹介するのは、後ろに映ってる車。じゃあ、右から紹介していきましょうか。というわけで、まず最初に紹介するのはこれ。見てわかる通り、デコトラですね。このデコトラ、私的に結構お気に入りだったりします。特にテールとかバンパーとかですね。それじゃあ、乗ってみましょうか。エンジンはミディアムエンジン1機。大型トラックなので、あまり速くはないです。まあ、大型トラックに速度求めてもって感じですけどね。コーナリングは、なぜかドリフトができるほどにはいいんだと思います。まあ、大型トラックでドリフトする機会なんてないと思いますけどね。ライトはこんな感じ。暗い方が見やすいですかね。このテールランプはかなりお気に入りです。テールとブレーキは電圧で変化させています。ナンバープレートは自動式にしてあります。ヘッドライトと連動して光る感じですね。次はウィンカー。このウィンカーは、このデコトラの中でも特に気に入っているポイントです。このテールの中にウィンカーを光らせているのは XML 編集を使っています。仕組みはすごく簡単で、テール用とウィンカー用で2つのペインタブルを用意して、どちらか1つを XML で前後を3倍にして重ねれば完成です。装飾用のライトはこんな感じ。箱絵は特にいい感じのアイデアが思いつかなかったので、シンプルに文字にしました。文字だけとはいえ、さすがに Mr.X さんみたいなかっこいい感じにはできませんでしたが、まあでも、私的には満足です。ちなみにバックギアにするとこんな感じ。これもウィンカーと同じで XML 編集を使っています。ホーンはこんな感じ。本当はもうちょっと音が高めの方が好きなんですが、ただストアだとホグホーンぐらいしかいい感じのホーンがないんですよね。で、これはミラー。まあほぼ見ませんけどね。次はスポーツカー。ツイッターでとある人を見て、せっかくだから自分の架空の車メーカー作ろうって初めて作った車ですね。名前は山城自動車 EZGT。メーカー名は戦艦山城から、社名はまあ適当ですね。で、これがエンジン。速い車を作るにはどうしたらいいだろうって考えた時、やっぱりパワーが全てかなって思ったのでミディアムエンジンを乗せてみました。見た目は V 型10気筒とかに見えますが、実際どうなんでしょうね。まあでもストアのエンジンって基本的にディーゼルなんで、現実のスポーツカーのエンジンと単純に比べるのもって思ったりはしますけど、ちなみにオーバーフェンダーで無理やり 4WD にしてます。じゃあ走らせてみましょうか。加速はまあそこそこいい感じです。まあエンジンがエンジンですからね。ただしコーナリングは全然ダメです。なんででしょうかね。私車は好きですけど、すっごい詳しいってわけじゃないので原因がよく分かってないんですよね。ライトはこんな感じ。このテールもさっきのデコトラと同じ仕組みのテールを使っています。これはフォグランプ。霧が出ても安心ですね。次はウィンカー。ウィンカーはテールの真ん中が光る感じですね。
のウィンカーはこんな感じ。次はバック。丸めテールの下に1本線のバックだとなんだか R33 みたいですね。あとはバーンアウトモードとかあったりします。まあストアにタイヤの温度とかそういう感じの概念はないので無意味ですけどね。さて次の車はこれ。名前はサーキックで初のミッドシップ 4WD です。フェラーリやランボルギーニっぽい感じにしたかったので結構低くしてみました。これもエンジンはミディアムエンジン。実車だといい感じの窓があっていい感じにかっこいいんですが、ストアだとちょっと微妙ですね。じゃあ走らせてみましょうか。さっきのリゼット GT と同じく加速はまあまあです。まあコーナリングの悪さも同じなんですけどね。ライトはこんな感じ。このライトは私的に割と好きなんですよね。テールはこんな感じ。スーパーカーの造形って結構難しいですね。で、ウィンカー。前のウィンカーはライトの中に埋め込めたらいい感じになりそうですね。バックはこんな感じ。次の車はこれ。さっき紹介したリゼット GT のモンスタートラック仕様、リゼット MT。エンジンは中型モジュラーエンジン2気筒。この見た目で最高速度はさっき紹介したリゼット GT やサーキックとほぼ同じ約 210km 毎時となっています。まあ細かいことを言うとリゼット GT やサーキックの方があと10、20ほど速いんですけどね。モンスタートラックだとストアの謎段差とか全て無視できるのがいいですね。普通の車だと小さな段差にぶつかって炎上なんてありますから。ちなみに横転復帰装置もついています。まずドアを使って車をひっくり返します。あ、ひっくり返りましたね。そしたら横転復帰ボタンを押して終わりです。モンスタートラックはほんと乗ってて楽しいです。こうやってオフロードをフルスロットルで走れるだけで楽しいんですよ。今みたいにね。次の車はこれ。街道レーサーっぽい車です。作ろうと思った経緯は特になく、なんとなくで作った車です。エンジンは直列4気筒モジュラーエンジン。ただレブリミッターを 20rps ぐらいに制限してるのであまり速くはないです。あと FR なのですっごく滑ります。 TCS をつけると割とマシになります。まあそれでも曲がると後輪が滑り始めますけどね。最高速度は 60km 毎時ぐらい。まあレースをするような車ではないので別にいいんですけどね。ライトはオットアイにしてみました。右が赤で左が緑です。あとはナンバーも自公式にしています。
ウィンカーはこんな感じ。特に工夫した点とかはありませんね。ブレーキはこんな感じ。バックはこんな感じです。最後の車はこれ、キロックって名前のスポーツカーです。エンジンは水平対向4気筒モジュラーエンジン。さっきの街道レーサーと違い、こっちはレブリミットが 60rps なのでそこそこ速いです。加速はちょっと微妙ですかね。まあ4気筒ですし仕方ありませんよね。コーナリングもそこまでいいって感じではありません。ただ最高速はさっき紹介したスポーツカー2台とほぼ同じぐらいですね。ライトはこんな感じ。リトラクタブルライトにしてみました。テールはこんな感じ。なんかちょっと微妙ですね。テールランプの造形ってほんと難しいです。ウィンカーはこんな感じ。この車には FR モードがあります。有効にするとこんな感じ。ちゃんとドリフトができます。ただだいたい 30km 毎時にまで速度が落ちちゃいます。まあ、全て紹介し終わったところで今回はここまで。まったねー。